お疲れ様です。チャー TV 中の人うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。さあということで新三国無双オリジンズやっていくんですけどね、今回はね何をやっていくかと言いますと、私そんなにアクションゲームがね得意ではないんですけども、最近調子乗っちゃって無双に挑むものっていうね超スーパー最高難易度でねプレイしているんですけども、ただやっぱりね序盤のね攻略っていうところになってくると、やっぱりアクションそんなにね得意じゃないんだよねみたいな方もいらっしゃると思いますんで、逆に言うとねこのアクションがね少しね苦手というかね、そんなにやり込めてないっていうね方でも簡単にね強くなる方法を発見しましたんで、そちらの方をご紹介させていただければと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。うおゴリラ、おいおい強くなるなんて簡単に言って大丈夫なのかいみたいな感じなんですけども、強くなるっていう方法なんですけども、あなたはこのゲームの中での主人公ですよね。で主人公ってことはそうなんですよ、今回 RPG 要素的なところで本人の強さっていうのもあると思うんですよ。この境地っていうのが非常に大事なんですね。でこの境地っていうのがねレベルをねどんどんこう上げていくっていうところなんですけど、そうなってくると何が大事なのかっていうと、いろんな武器をしっかり育てていくっていうのが重要な形になってきます。クリアするまでに、だいたいレベル8っていうねところがマックスなので、このレベル8まで持っていくとこのね無双の境地の64がね、マックスにはなってくるっていう形なんですけども、ここがね重要だなって思う理由っていうのが、この境地が一つずつね、上がってくることによって主人公のねこの能力っていうのも上がっていくんですね。何もないっていう状態であればこういった形でね、レベル79でね体力が1821で攻撃力ね1141で防御力が703っていう形なんですけども、ここの装飾品っていうところでね、例えば防御力 60% 上げますよっていうところのこの 60% の一番最初の 60% ですよね。武将のこのね境地レベルが低いと、その 60% の最初の数値っていうのが上がっていないと、やっぱりね上の、難しい難易度になってくると簡単にやられてしまうっていうところがありますんで、今回ね序盤で一番大事なのは純粋に剣だったり槍だったり鉄鋼だったりね危険だったり徒党だったりねコンだったり狙撃矛だったりねカウンのね武器だったりっていうところをねしっかりねまんべんなくレベルを上げていくっていうのが大事になっていきます。基本的にレベル3までは放っておけばねどんどんレベルが上がっていくっていう形なんですけど、レベル3以上になっていくと経験値っていうのは入ってはきてはいるんですけども、使わないとやっぱりね強くならないっていう形なので、境地レベルねマックスになってそれ以上はね逆に言ったら攻撃力とか体力防御力が増加していくっていう形なんですけど、レベルね、6を超えたあたりからね本当に使わないと、能力っていうのが上がっていきませんので、どういった形でね強くなっていくのかっていうと、狂ったように兵士を吹っ飛ばしてますね。18万人ぐらい倒してるんですけども、要はね無双をすればいいんです。無双をするとめちゃくちゃ武勲たまるし経験値をもらえるわけですよ。だから逆に言うとね、一番いいのはね中原エリアで出るね突発戦ってやつですね。山賊討伐だったりっていうところ、そしてね、演習だったりっていうのをしっかりね踏んでいくだけでも境地っていうのは上がるようには今回なっているっていう形ですんで、例えばなんですよ、ここにね水族拠点の制圧とかね出てくると思うんですけども、これでね山賊討伐だったりだとか、あとは反乱の鎮圧とかですね。でこれ全国回ってればね結構ねどこにでも出てくるっていう形なんですけど、おすすめなエリアはね予州だったりね、牧羊あたりの遠州だったり西州だったり海近くのね徐州だったりだとか、長江より北側のねこの曹操のいるエリアのね細かい突発戦っていうのは割と兵力がね、しっかり溜まってたりだとか、一番いいのは黄金塔系ですね。黄金塔系しっかりね踏んでいくだけでもねかなりね、兵士数をね、もうボコボコにするカウントっていうのはかなり多いと思いますんでね、普通にストーリーだけ踏んでいくと高難易度帯になってくるとかなりねプレイヤーのね、スキルにこう依存するような戦いが増えてくると思いますんで、こういうね突発戦しっかりね踏んでいただくのと、でそれでプラスアルファねこのエリアのこの安定度っていうのをね上げていくことによって、この右下にあるねゲージがね、3つあるんですけども、レベル1完了、レベル2完了、レベル3完了でね物ももらえたりするっていうところになってきますんで、安定度っていうのは例えば山賊討伐が出てると思うんですよ。山賊討伐をしてもほんと数ミリしか出てこないんですね。で一番いいのはね中規模戦ってやつですね。徐州義勇の任劉備軍っていう形で出てると思うんですよ。こういうところをねしっかり踏んでいただく、これも重要にはなってくるのかなと思います。一番最初のね最高難易度の逆境だったりだとか、普通の難易度でやるのと、一番下のね、歴史を追うもので、やっていくのであれば、やっぱりこの難易度の差っていうのでねもらえる経験値っていうのが変わってくるって、可能な限りね、ちょっとね高めな難易度でいけそうな時はね高めな難易度でね選択して、今回のね無双のいいところっていうのはこのねジオラママップの段階でこの難易度をね調整して入るとその難易度にすることができるんですね。最初歴史でやってたけどもうだいぶレベルが慣れてきた、動きが慣れてきたから真ん中にしてみる、で真ん中が慣れてきたら逆境に行ってみるみたいな感じで、推奨より上であれば基本的には大丈夫っていう考え方で言っていただければ、
踏めていく形にはなります。ちょっとね戦ごとによって、難易度が変わったりだとか、特にね突発戦の中でも民を守る系っていうのは高難易度帯だと民が柔らかすぎてねクリアできないとかあるので、逆に言ったらその逆パターンも当然あると思うんですね。1500人倒せとかであればちょっとね難易度上げてやってみるっていうことをするっていうね細かい動きをねしていただくだけでねかなりね、レベルっていうのは上げやすくなってきますんで、ちゃんとしっかりね突発戦とかね出てるところはしっかり踏んでいっていただくっていうのはね癖にしていただくと、経験値っていうのはね意外と簡単にね埋まってくるっていうね、僕もう4周目5周目ぐらいになってくるんですけども、1周目終わった頃の境地レベルっていうのはどちらかというとまんべんなく育ててたので、8が総出来でね剣が7でそれ以外5だったり6だったりっていうところまで高めることができていたので、意識をね境地のところに置いていただいて、あとちょっとの、ネクストレベルのものに対してはねあえてその武器をね使ってみるとかしていただくだけで、もうこの1つ上がるだけでね攻撃力が10とか上がったりするような形のゲームになってきてますんで、そしてねもう1個大事なのはねこの武将さんとのねこの目標っていうのがね結構あると思います。で依頼をねクリアしていくと最終的にね修練っていうのが出てきてると思うんですよ。この修練のね指定されている攻撃とりあえずね倒していくっていうことをしていくと、修練のねところで武功もしっかりもらえるっていう、でその武功でねこっちのスキルっていうのも解放していきますんで、その2つのね両輪をうまく動かしていくっていうことをしていくとクリアできないっていうような難易度ではないし、自分をね強くしてとてつもなく理不尽なところでね負けるようなことっていうのがないようなねレベルまで持っていくと、やっぱり無双は無双だったなっていう風に思えるような形の作品になってると思いますんで、ぜひね境地っていうところとスキルっていうところ、そしてスキルのため方っていうのはねどちらかというと武将との目標、境地っていうのはねこのまんべんなく武器をね使っていって突発戦だったりっていうところで得意な突発戦とかを見つけれるようであればね、例えば僕はかなり1500人のが得意なので、そういうところであればその瞬間だけね難易度を上げていってでまた下げて戻ってみるっていう形で難易度のこのシステムをねぐるぐる変えるだけでもねもらえる経験値っていうのがねかなり変わってきますんでね、ぜひねとりあえずやっぱりね序盤っていうのはねこの武将っていうのを強くしていくっていうところであれば達人だったりとかのところをねちゃっちゃかね解放していくっていうところを基礎に持っていっていただければなと思います。逆に言ったらじゃあどこからね解放した方がいいかっていうのは他の動画でね説明させていただいておりますんでね、そちらの方も見ていただければなと思っております。あとはこの武器屋でね買えるものっていうところ、武器で最初ね123とかでね、やりくりされる方いらっしゃると思うんですけども、大体3章とか4章になってくるとドロップしてくる武器っていうのが非常にねいいのがドロップされてきたりしますんで、レベル7の武器とかでね、成功被験をねメインにしてるって言ったら、レベル7以外の下のね武器っていうのはね今のところ使う予定がないようなイメージになってますんで、要は肥やしになってくるってイメージですね。ドロップするね武器がねこれ本当に確率みたいな感じにはなっていて、難易度が高ければね、いい武器が出やすいっていうのは基本的な感じなんですけども、難易度がね低くても結構ねドロップでいい武器がね手に入ったりするタイミングで使わない武器であれば売ってしまうっていうね形でね、僕1回クリアした状態で、全部の肥やしをね生産したら、50万ぐらい持ってましたんで、こんな形で引き続きまだまだね無双オリジンズねやっていけると思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わろうかなと思います。またぜひ次の動画配信も見ていただければと思います。それでは次の動画配信でバイバイ。